マレーシアやっぱ快適ですね。東京で MY を10年間もうやって、こう少し自分の環境をなんか変えたいなって思ったんですよ。東京のスピードがある暮らしとか、毎日毎日やることもたくさんあるし、会う人もたくさんいるしっていう生活もすごく好きだったんですけど、なんか一回自分をリセットじゃないけど、少し自分の時間を持ちたいなってなんか思ったんですよ。一回ちょっと見つめ直すじゃないけど、なんか本当に自分にとって幸せな暮らし方って何かなって考える時間というか、なんかそういうのを持ちたいなってなんか思ったんですよ。もともと大学がイギリスだったんですね。なので4年間その時にもうイギリスに住んでたし、日本にその後帰ってきてからもパリに住んでたこともあって、なので海外への抵抗っていうのは全くなくて、マレーシアもここに住み始める前に友達に会いに来たりとか旅行とかで、なんか何気にもうこれ移住する前に 4,5 回来てたんですよ。だからマレーシアのこともなんとなく分かってはいたし、暮らしやすい国だなとかご飯美味しいなとか分かってたって感じです。これからオステリアガンボリーニっていうイタリアンに行きます。はい。めっちゃ美味しいんですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しみイタリアン。海外経験あるっておっしゃってたじゃないですか。イギリスの大学行った後はパリ行かれてるんですか？イギリスの大学行って日本帰って私は就職しなかったんですよ。そうなんですか？大学がパフォーミングアーツっていう身体表現の芸術っていうのを勉強して、舞台表現だったりとか創作みたいなものに興味があって勉強してたので、こう将来何になろうかなっていうところで悩みがいろいろあって、なんか単純にじゃあ舞台女優にとかなんかダンサーにとか、舞台の、ディレクターだったりプロデューサーだったりとか、そういうような職業に就くこう同級生が多いんですけど、自分はどうしようかなっていうのを日本帰ってきて悩んでて、なんとなく、そこで4年間勉強したりとか感覚があったので、そのまんまどこかの会社に就職っていうのはちょっとなんか違うかなって思って、それで就職をしないっていう決断をしたんですよね。そうしないって決断をして、なんかじゃあ自分でやっちゃおうかみたいな感じだった。その時は、やっぱり4年間離れてたっていうことがあったので、まず東京に住みたいって思ったんですよ。まず東京の空気を感じたい。だから、大学終わって日本に帰ってきて、まず東京の麻布十番に住んだんですよ。たまたま友達が住んでて上がり込んだみたいな感じで一緒に友達と住んでたんですけど、それでそっからなんか英語が話せたりとかしたんで、英語を使えるアルバイトをしたりとかしながら次何しようかなみたいなのを考えてました。でそっからちょっといろいろ、そうするとやっぱり人のご縁っていうものがあって、いろいろな人に出会ったりとかつながってって、将来どういうふうになりたいか悩んでるんだったらここで働かないみたいな声があってかかって、でそれが芸能界というか、その俳優さんのアシスタントをその後やることになって、もちろん映画の映像とかドラマとかいろいろされてる方だったので、その現場でアシスタントとして動くっていう。結構有名な方。そうで、そこでいろいろ経験させてもらって、マネージャーみたいなことですか？マネージャーも
いたんですけど、まあ、その現場マネージャーみたいな感じでも動いてたので、それこそ時間とかも朝4時からだったり夜は遅くまでだったりとかっていう現場って本当にわからないんで、そういう過酷なスケジュールっていうのがまず一つあったし、まあ、体力的なとこはまあ一つあったけども若かったんで大丈夫だったのと、あとやっぱり厳しいですよね、芸能界って。ついてた俳優さんも厳しい方だったので、まあ、そのいい意味でですけど、だからそういう厳しい中で勉強させてもらったっていうところ、まあ、その時は本当に泣いてばっかりみたいな感じだったけど、今思うと本当にいい経験、それがあったから私のその頑張る体制っていうのはついたのかもしれないです。なんかちょっとしたことでめげない気持ちとか、当たり前に辛いことをこなしていく精神とかはそこで培ったかもしれないですね。はい、貴重な経験だったんです。そう、めっちゃ貴重だったと思いますね。うん。そこを辞められてからはどういう、でそこをやってたんですけど、まあ、またご縁でその俳優さんがちょっと一時期お休みの時があったんで、そうするとまあ私が、まあ、どうしようかなっていう、もちろんその会社で働くこともできたんだけど、たまたまご縁でその映像制作をしてる会社の、まあ、アイルランド人のディレクターの方だったんですけど、がその映像制作の会社を日本で立ち上げるっていうところの立ち上げのプロデューサーとして働かないかっていうお声がかかって、すごいですね、その引き寄せるそのご縁ってどうやってね、美味しそう。いただきます。どうですか、お味は。おいしい。あ仕事終わった後の美味しいご飯と。ほんと最高。いい仕事するとお酒も美味しいですよね。セットですよね。毎日毎日ってわけじゃなくても頑張った後に飲むお酒は美味しい。パリに行って何がしたいかなと思った時に、その映像制作で働いてたっていうのもあり、なんか自分の番組を作りたいな、オンラインチャンネル。今思えばその時 YouTube 始めばよかったんだけど、なんかその時まだ YouTube ってそんなに流行ってない、感じだった。何年前くらいですか？10年前。ビミオとかっていうのがあって、ビミオってまあ YouTube と同じような、ビミオの方でドキュメンタリーを上げたりとかっていうのをちょっとやってました。すごい。だからどういうドキュメンタリー作ってたの？パリので働く女性、日本女性をインタビューするっていう。いいですね。そう。めっちゃ見たいです。その近くにあったら。そう、それをちょっとやったりとか趣味でやってて、でもなんか楽しかったんですけど、まあなんかそれだとこうお金にならないなっていう、そのね、広告とかつくまで長い道のりだしっていうので、なんかどうしようかなって思って、でもなんか私の中でキーワードでなんか女性とワインみたいなキーワードがあったんで、働く女性とか自立して頑張ってるパリで女性とかをフューチャーしていってたんで、なんかそういう人たちとワインを飲みながら話す番組がいいなって思った時に、この今のグラス一杯のワインっていうのを見つけたんですよ。そこからつながるんですね、ワインに。面白い。パリ人のは結構お酒とかワインを飲むんですか？みんなやっぱ飲んでますね。そのパリはもうそのワインがあるっていう生活が当たり前みたいな感じで、カフェとか行っても赤ワイン一杯みたいな感じで頼む人多いですし、日常的にここにワインがある、景色がある、当たり前みたいな感じだったので、でそういうのをやりたいなと思った時にちょうどグラス一杯のサイズが
ちょうどいいなと。例えば30分番組で一杯飲みながら話すっていうのがいい。で、それでその一杯のワインを売ればいいんだって。そしたらそのワインをやろうって思ったら、そっちに集中したんで、結局その番組やってないんですけど。そう。でもそれがきっかけでしたね、一番最初は。すごい。そこからワインに興味持って、どうやってそのワインをこうワインの生産者とつながったりとかっていうのは。で、まずボトリング会社に連絡して、ボトリング会社にその1杯分のワインをボトリングしてる会社に連絡して、でこれ日本でやってる人いますかとか聞いたりして、一応日本には送ったこともあるけど、どこかと正式に取引はまだしてないって言われて、じゃあ私やりたいですっていう感じで。その時26歳なんで、よくこの小娘にやらせてくれたなって思うけど。すごいですね。ボトリング会社はあの1杯分のサイズに詰めてくれるところです。ワインって基本的にフルボトルで詰められてるじゃないですか。あれを1杯分にするっていうボトリング会社。ボトリング会社見つけました。次ワインを見つける。そうですね。で、ワインを見つけるっていうところになって、見つけるというか、どのワインを詰めたいか。で、しかも詰めるって言っても、その生産者の方に OK をいただかないと詰められないんで。なので、そういう意味でも、じゃあこういうワイン詰めたいです。で、その生産者は了承してくれるのかっていうので、一件一件確認していった感じです。もうやりたいなって思ったことに向かってたっていう。Go My Way だ。はい、そうですね。このチャンネルの由来で。Going My Way でやってました。すごい。で、それで最初で見つかった方はどういう方だったの？もうそのボトリング会社でも、いくつか付き合ってるワイナリーさんとかもあったりとかもしたし、そもそもボトリング会社がボルドーにあるので、会社が。もうそこのつながりがあるんですよね。なので、ボルドーのシャトー・ベーシュベルさん、シャトー・キルバンさんっていう、もう本当に格付けワインですね。日本でいう。その格付けワインのブランドがもうボトリング OK ですよっていうことになったので、もうそこからやりました。もういいワインが良かったんで、なるべくいいワインでないかっていうので話を始めてたとこだったんで、そのシャトー・ベーシュベルとシャトー・キルバンができますっていうところから。すごい。そのやりとりはもちろん外国の方ですよね。はい。フランス人。英語でやりとり。それ交渉とかして。そうですね。で、自分でプレゼンテーションを作って、こういうことを今後やっていきたい。から、計画書みたいな。はい、事業計画書。でそういうのをプレゼンして、だから私を取引先にしてほしい。日本での。っていう交渉っていうのかな。プレゼンテーションしたって感じです。で、それで OK 買って、で会社は日本の会社ですよね。マヤも日本の会社で。もうそれ日本帰ってきて、撮影をねってですね。そのボトリング会社の人と初めて会ったのも日本ですね。もう本当にパリにいた時にから連絡はしてたけど、その後結局6ヶ月で帰ることになったんで、日本にパリから。この授業を始めたいっていうのもあったし、でそこで私は始めたって感じです。でそのボトリング会社の人が一回会いに来てくれたんですよ、東京まで。そこで初めて会ったし、正式な話とかをいろいろして、正式にお願いしますっていうことになって。でもやっぱりやろうって思ってから商品化するまでには2年ぐらいかかってますね。そうなんですね。何が一番大変でした？商品化するにあたって。全てが初めてっていうところですかね。だから何が大変っていうよりはもう全てが初めてだし、全部わからない本当に何もわからないっていうところからだったんで、例えばじゃあ会社登記しなきゃいけない、わからないだし例えば商品作りたい、箱を作りたい、箱誰に頼むんだっけ、
で、ワイン輸入したい。輸入ってどうやってやるのかな。全部ですよね。そこを一個一個調べたり、聞いたりとか、その専門の人にお願いしたりとかっていうのも、もう本当に地道にやったって感じです。なので時間かかったけど。グラス一杯の幸せっていうのが、まあ、マイヤーさんのテーマみたいなところだったんですけど、これはどういう意味が込められてるのか。グラス一杯分で、量で言ったら少ないって思われる方もいると思うんですね。フルボトルだとだいたい7杯分じゃないですか、750。はい。だいたい7杯分って考えると7分の1の量。だから単純に少ないって、1本で飲み切っちゃったら終わりじゃんみたいな。それももちろんわかるんですけど、なんか1杯だからこそ大切に思えたりとか、1杯だからこそ美味しいワインを飲めたりとか、で1杯だからこそ今自分が飲んでるこの1杯ってどういうワインなんだろう、どういうストーリーがあるんだろうって考えながら飲めたりとかっていう良さがあると思うんですよね。フルボトルでたくさんの人と分け合って飲むのもすごく楽しいワインの楽しみ方なんですけど、特に一人の時だったりとかは1杯で十分の日とかもあるし、その1杯があるからせっかく焼いたステーキが美味しくなるってあるじゃないですか。やっぱりステーキ焼いたのに、いやー飲みたいな、ステーキあるし赤ワイン飲みたい、でも一人だしフルボトル開けるのも嫌だしってなるところを1杯のワインがあればっていうのがいいのかなって思って、チョイスとして、あとは同じワインをずっと飲みたくないのもありますよね。例えば家でご飯にしても前菜とメインで分けたとして、最初ちょっとサラダとか食べて、カルパッチョとかだったら白がいいなって、その後メインでステーキ食べるってなった時にそっちは赤がいいな、そうなった時にフルボトルだと何開けるか迷うじゃないですか。それを一杯ずつ飲めるっていうのもあります。お家でペアリングとかコースが楽しめるっていう良さもあるかな。やっぱり両立っていうのは大変。それこそその芸能界の叩き上げがあったからかもしれないんだけど、私は本当にあんまり大変と思わないんですよ。なんかそうですね、そんな感じが。なんか大変なことをやっているっていう認識があって、誰でもできることじゃないっていう風に思ってるので、それぐらいしないといけないっていう。そう当たり前じゃないって思ってる。そのだって誰でもできたりとか簡単だったらみんなやってるわけで、でもそこに自分が挑戦するって決めたから、そう大変なことがもうデフォルトなんで、いちいち大変とかはあんまり思わないです。結構もう仕事詰めみたいな感じだ。もう起きてる時はずっと考えてる。で今もですけどね。それが別に苦じゃないんで、自分の一部になってますね。もう自分のアイデンティティになってる。子育てと仕事の両立とか、その家庭と仕事の両立っていうところで結構悩まれたり女性とかも多いのかなと思うんですけど、考え方、マインドみたいなところってどういう風にしていったらいいのかってありますか？私のマインドとしては、頼れるとこは頼るっていうのがありますね。仕事もそうなんですけど、昔は全部自分でやんなきゃって思ってたから、自分の会社なんだから自分が全部やんなきゃいけない。自分が全部責任を負わなきゃいけない。って思ってやってたけど、それがやっぱり大変だったんですよね、そのマインドが。だから一人って抱え込まなくていいのかなって途中で気づけて、自分が苦手なところはお願いするっていうことがいくらでもできるわけじゃないですか。だからここの仕事はこの人にお願いしよう、ここの仕事はこの人にお願いしよう、で自分はここをやろうっていう風に役割分担をしていく。てかしていかないと結局全部できないんで、1日24時間限られてるから、ちょっとずつその外注するみたいなことを覚えてったんですよ、仕事でも。でその仕事で覚えてった外注のスキルがあるから、今子育てしてても、子育ても
子育てを外注ってわけじゃないんだけど、子育てしてても大変なところは外注する。自分がやらなくていいところは外注するっていうもうマインドがあるから、例えば、今マレーシアに住んでると、お掃除とか外注、お掃除とかは家のことは全部やってもらってるし、子育ても今ナニーさんも来てもらってるので、例えば私が子供にご飯あげてる間にお皿洗ってくれてるとかもしますし、なんかそういう風に頼れるところは頼ってます。だからすごくそこはありがたいかな。マレーシアは一人で頑張んなくていいっていう、しかもそういう文化なんですよね。こっちで妊娠出産してるんですけど、出産し終わった後に街の人がみんな赤ちゃんとお母さんが歩いてたら、赤ちゃん可愛いねとか、赤ちゃん生まれたばっかりなんだっていうところに目線がいくと思うんですけど、結構私がびっくりしたし嬉しかったのが、お母さんは大丈夫っていう声が多かったんですよ。本当に産後って一番大変な時だと思うんですね。体負担、もう事故を起こしたぐらいな体になってるわけじゃないですか。その中子育てしてるっていうところへのリスペクトがちゃんとあるから、みんな、あなたの体調は大丈夫？あなたは回復したの？みたいな声掛けが多くって、それすごい救われたし、だからこそマレーシアってその産後のケアもめっちゃ充実してるんですよね。それが当たり前。なんか産後に産後ケアの方が家に来てくれて、赤ちゃんにお風呂してくれたりとか、あとお母さんのボディマッサージしてくれたりとか、あとご飯作ってくれたりとか、そういう人がいるんですよ。専門の。そういう人を頼むっていうのも結構当たり前なんですね。そう、すっごいお金持ちの人しかやってないとかじゃなくて。なのでもうそういう文化っていうか、それ素晴らしいなと思って。そういうシステムが整ってるのは本当にいいですよ。そう。だから私もそれやってみたし、で実際本当に毎日来て、毎日マッサージとか赤ちゃんにのお風呂入れてくれたり、ちょっとした洗濯とか洗い物してくれたりとか、それ頼んでました。だからそういう風に全部自分でやらないところがいいんじゃないかなと思います。やっぱり人間なんで、もう自分のご機嫌を取っていかないとちゃんと、やっぱりどこかでそれが表情に出たりするじゃないですか。そうですね。私は思ってるのは自分が整ってることも仕事だと思ってて、ある意味。自分が家事に追われて、育児に追われて、疲れてて、全てボロボロになって、それなのにグラス一杯の幸せを売ってるの変だからやっぱり自分自身が満たされていてのグラス一杯の幸せだと思うんですよね。なのでそこも含めて仕事だと思っているし、その気持ちでやってるかもしれない。子育てにすごく集中しちゃって、それが幸せならいいと思うんですけど、なんか自分向いてないかも。自分は疲れちゃうかもしれない。子供のことだんだん可愛くなく思えてきちゃったとか、そういう人もいるじゃないですか。なんかそこまで行くんだったら、そういう風にならないようにお金を使うっていうのもいいのかなって。選択肢の一つとして持っておいた方がいいな。まあ、あとお金使わなくってもできますよね。本当に家族に頼る。ああ、そう。だからそういう環境に身を持っていくっていうのかな。外注したりとかだったら、まあ自分でちょっと稼いでみるとかっていうのも、一つ視野に入れてもいいって感じです。私は女性も自分のお金はあった方がいいと思ってるかも。やっぱりお金があることって選択肢が増えると思うんですよね。だから、まあ、働いてる人多いと思うんですけど、その働いてるお金をどう使うかですよね。お金の使い方が自分を本当に幸せにしているお金の使い方なのかどうか。例えばそんなにお金稼いでないのにブランド物買ってる人とかいるじゃないですか。はい、私はああいうのはあんまり賛成できなくて、なんかそれで本当に幸せになれてるのかなって。一時の優越感みたいなものはあると思うんですけど、なんかもう少し自分を幸せにできるお金の使い方があるような気がしてて、私はあんまりブランド品すごい買ったりとかしないんですよね。いいものは使いたい。長く使えるような上質なものは欲しいと思うんですけど、
なんか流行りのものとかはあんまり買わないし、あんまり興味がないかも。だからそれよりも、その自分が幸せになることにお金を使うんですよ。だからそれこそ、お手伝いさんとか。今一番お金をかけていいなと思ってるのお手伝いさん。ですね。もうお手伝いさんっていうか家族みたいになってますけど、本当に一緒に子育ても関わってくれてるし、家のこととかも手伝ってくれるし、どれだけその心が救われるかっていうのがあります。あとは、私にとっては美味しいものを食べたり、美味しいワインを飲んだりっていうところが幸せなので、そこにはお金使ったり、あと旅行行って新しい経験をするとか、リフレッシュすることにもお金使ったり、あとは健康第一だと思ってるので、健康には結構お金使いますね。それこそいいものを食べる。変な添加物とか取らないとか、カップラーメンとかマックとか食べないとか、きちんと自炊をするとか、美味しい野菜とかも、有機のものとか、なるべくいいものを選んで、なるべく体にいいものを入れるのと、運動する。自分の健康を保っていくっていう。そこには結構、すごいお金使ってるわけじゃないんですけど、お金をいとわないようにしてるって感じですかね。なんかトマトとかでも、すっごい一番安いものを買うんじゃなくて、ちゃんとどこから来たトマトか分かったりとか、そのトマトを一粒食べたら、美味しいな、幸せだなって思えるようなものを選んでるっていう。そこの差って何百円かだと思うんですよね。でもこっちを選ぶようにしてます。それが未来への投資にもなるっていう。自分にだから結構投資してるのかもしれない。そう思うと。自分の体に投資してますね。自分が楽しく幸せに生きていれば、家族にも優しくできたりとか、周りの人にも優しくできたりとか、一緒に働いてくれてる人にもいい影響を与えられたりとか、結果、私のそのエネルギーが商品に乗って、商品がお客様に届くっていうのもあると思うので、自分のエネルギーっていうのは結構大切なのかな。だからそんなにパワフルなんですね。パワフルというか。はい。そう、なんかそこはすごく気をつけてるかもしれないです。一番。自分がいい状態だと全てうまくいくって思ってて。自分がいい状態で打ち合わせに臨めば、必ずその打ち合わせがうまくいくんですよね。ちょっとでもすごい疲れてたりとか、自分が負のオーラがある時って打ち合わせもうまくいかなかったりするんですよ。マレーシア来てからなんか新しいことって始めました？そう、マレーシアはもともと日本の、マイアムワインがオンラインビジネスなので、結局オンラインで、スタッフの一緒に働いているメンバーみんなフルリモートなので、私が東京にいる必要ないなっていうところで、マレーシア来たんですけど、なのでこっちにいながら日本でのオンライン販売の仕事をマレーシアでするっていう形で最初来たんですけど、来たらやっぱりこっちでどんどんビジネスオポチュニティを見えたりとかして、またご縁で、そんなつもりなかったんですけど、ピラティススタジオを作ることになって、ピラティスと、今ピラティス、ヨガ、ネイル、あとミネラルスチームサウナっていうのと、あとフィジオセラピーの複合施設を去年作りました。ちょうど今、もうちょっとで1年。それも現地のローカルのインストラクターとの出会いがあって、一緒に立ち上げられることになって、それで本当に自分が通いたいと思えるスタジオを作りたい。で、それこそ本当にこっち来て、健康を意識しなきゃとか、もうちょっと自分の健康レベルを上げたいっていう気持ちがあったので、自分が通えるスタジオを作りたいなっていうところから、こういうスタジオあったらいいなっていう思いで作ったんですよ。ともう一つ、マレーシアの方、こっちでも根付いてるビジネスされてる方とも出会いがあって、その方とも一緒に、私が日本から来てビジネスを始めたっていう経験があるので、今後同じように日本からこっちに来てビジネスしたい方
となんかお力になれるんじゃないかなと思って、でさらに私のそのマレーシアのネットワーク、マレーシア人のローカルのネットワークがあるので、その人たちにいろいろとお願いすることで、その日本人だと介入できないところだったり、日本人だと知り得ない情報とかが知れたりするんですよね。そういう人とつなげて一緒に何かできるんじゃないかっていうことで、その企業支援サービスみたいなのも始めました。そうだったんですね。はい。スピード感がすごすぎますね。そう、それはもう本当に今はもう本当にお知り合いの方だけにしてますけど、希望があれば受けたまわって、本当にお手伝いって感じですね。サポートさせていただいたりとか。ね、マレーシアの方がすごい方なんで、そういう方がつくことで、やっぱり本当にマレーシアってそういう国なんですよね。なんかその誰を知ってるかで結構条件変わったりとかするので、ビジネスパートナーそういう方なので、強いんじゃないかなと。引き寄せ力がすごいです。絶対その舞さんのパワーで引き寄せてる気がするんですよ。でもし引き寄せ力があるとすれば、さっきの話に戻ると、自分を良くすることですよね、きっと。ああ、なるほど。そこに繋がるんですね。うん、気がします。今話してた感。結局、なんで引き寄せられるかって言ったら、その人がいい状態だからなのかもしれない。いい状態の人と一緒にいたいとか、みんな思うと思うし、いい状態の人と仕事したいと思うと思うんで、自分が整ってるっていうところを一番に私が考えてるから引き寄せられてるのかもしれない。やっぱりいつも自分は今いい状態なのか、自分に聞いて、今いい状態じゃないかもしれない。それはなぜなんだろう。どうやったらいい状態になれるんだろうっていうのを結構やりますね、私。ジャーナリングとかもやるし、自分でそういうことよく考えてるかも。だから、全然私も落ちる時もあるんですけど、落ちたら、なんで落ちたのかっていうのを結構深掘る。すごい自己分析をずっと続けてるんです。ずっとやってるかもしれない。それって結構辛い作業だけど、でも、それは自分にとっては、それを乗り越えなきゃいけないと思ってやってて、それをやってると、ちょっとずつ自分についても勉強できて、自分が幸せになる方法が分かってくる。人に頼ることも大事だけど、それを乗り越えなければいけないのは結局自分なのでっていう。そうです、そうです。今日はめっちゃいい話聞いてます。そういう形でやっぱり自分をいたわる時間とか。ですね。で、それがマイアムなんですよ。私のもともと会社名としてつけたマイアムっていうのはまさにそれで、私の鏡がマイアムなんで、自分が鏡を見た時によりいい自分になれるように、それはもちろん私だけじゃなくて全員が。人が鏡を見た時で自分の状態がわかると思うんで、それがいつもいい状態であったらいいし、よりいい状態になればいいと思うんで、その鏡っていうのがコンセプトの会社を作ったんですよね、最初に。なので別にワインじゃなくてもいいんだけど、ワインっていうのはそのうちの一つだと思ってて、私にとってはね、ワインは自分の人生を豊かにしてくれたものなんで、それをシェアしたいっていうのが最初にワインをやりたかったきっかけなんですけど、今はこうやってピラティスもやったりとか、コンサルティングもやったりとかしてるんですけど、全てそこにつながっていると思うんですよね。結局はよりいい人生をより豊かに生きるために提供したいっていう思いがあるかも。じゃあ勉強になりました。よかった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 。響いてます。よかった。この YouTube では人生をより豊かにするためのライフスタイルとか、なんかそういったところをお話聞けたりとか、舞さんのどういう日常を送ってるかとかも紹介していただけるみたいな。次回もいろいろ質問させていただきたい。ありがとうございます。お願いします。